皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ベーシックインカムについてです。今世界では新型コロナウイルスによる感染爆発というものが世界各国で起こっているような非常事態です。そのような状況だからこそ、これまで取れなかったような政策に取り組む、そうした動きがスペインで起こっています。スペインにおいても新型コロナウイルスによる被害というものが非常に大きいものがあります。そのため、スペイン経済は今危機に瀕しているわけですが、同様にそうした全体像だけではなく、スペインの国民それ自体もこの世界的な経済危機に巻き込まれようとしています。ですから今、従来の手法とは違った方法で国民を救わなければならないという危機感がスペイン政府にはあるのでしょう。というわけで今回のニュースはこちら。ベーシックインカムという言葉は今私は連呼しているわけですが、そもそもその言葉は何を意味しているのか、その解説を行っていきます。というわけでその解説とニュースをどうぞ。ベーシックインカムとは、ベーシックインカム世界ネットワーク、以下 BIEM という国際 NPO があり、この団体は現在ベーシックインカムを以下のように定義している。この BI というのがベーシックインカムの略称です。ベーシックインカムとは、すべての人に個人単位で視力調査や労働要件を課さずに無条件で定期的に給付されるお金である。すなわち、ベーシックインカムには以下の5つの特徴がある。1、定期的。1回限りで一括でという形ではなく、例えば毎月などのように規則的に支払われる。2、現金給付。給付を受けた人がそれを何に使うかを決められるように、適切な交換手段で支払われる。したがって、食料やサービスなどのような現物での給付ではないし、使用目的が定められたバウチャーでの給付でもない。バウチャーというのは特定商品のクーポン券のようなものです。3、個人単位で支払われる。したがって、例えば世帯単位ではない。4、普遍的。視力調査なしに全ての人に支払われる。5、無条件。働くことや働く意思を表示することを要件とはせず支払われる。なお、ベーシックインカム導入にあたり、それまであった社会保障を廃止したり、縮小したりするかは定義づけられていません。年金や失業手当、国民皆保険制度についてどうするかは、ベーシックインカムと関連する話ではあるものの、どうするかは導入段階の議論の結果によります。同様に、財源をどうするか定義はされていません。メリット。困った人が手続きで弾かれることがない。日本においては生活保護の窓口へ行き、手続きをする必要があります。窓口へ行くのにためらい、生活苦で命を落とされる方もいます。また、精神的に追い詰められた方は、そうした選択肢が目に入らないこともあります。定期的な収入があるので、最後の一線を越えないで済む方が多くなります。行政側のコスト削減。生活保護の手続きの受付、審査、給付後の調査などにかけている人員などを削減できます。これはベーシックインカム導入により生活保護制度を廃止した場合です。より良い仕事、より良い職場を目指せる。転職するときに最もためらう理由は無職期間中の生活苦です。常に計算できる収入があれば転職への心のハードルが下がります。また、ベーシックインカムがあることを前提にやりたい仕事ややりたいことなどに取り組みやすくなります。心の安定、定期収入が約束されているので、経済的な理由でのストレスが減少します。デメリット、財源問題。ベーシックインカムの最大の問題は、どこからお金を得て国民に配布するかです。将来的には AI やロボットの発達により、彼らの納税で人類はベーシックインカムを得られるでしょう。それまでは人間がお金を稼ぎ配布することになります。労働しない人口の増加。ベーシックインカムの金額によりますが、額が大きすぎると働かないでいいという人が増えます。小さすぎると最低保障としての意味が弱くなります。ベーシックインカムの考え方が分かったところで、それでは費用面について考えてみましょう。日本の人口が1億3000万人だったとして、月にいくら給付するかで必要な予算は変わってきます。例えば、月10万円をみんなに配るといったベーシックインカムがスタートした場合、必要な年間予算は156兆円になります。なお今回ご紹介するスペインは人口4700万人で、給付する額としては5万円前後というものが想定されているそうです。そして日本の国家財政について、税収は
法人税、所得税、消費税といったものを合わせてこれが60兆円ほどになります。その他細々とした税収や国債発行、それら40兆円を加えて合計100兆円の国家予算を組んでいます。現在の国家予算が100兆円、それに対してベーシックインカムを毎月10万円配る場合は156兆円ということなので、ある程度調整といったものが必要になることがわかります。もちろんスペインのように給付額を5万円に下げることを考えれば、必要となる額についても半額になります。このようにそのままベーシックインカムを始めるには非常に財源が大きいので、何かを廃止してどこからかお金を持ってくるというのが考えられています。例えば年金と国民皆保険制度を廃止すれば35兆円というお金が浮くことになります。また生活保護という制度そのものを廃止すれば4兆円、また失業保険についてもこれを廃止すれば3兆円、またこれらを運用するためのシステムや人件費などについて浮いてくるものがあるので、それらについてのお金というものもベーシックインカムの財源として考えられるでしょう。ただしここで一つ危険なのが、国民皆保険制度を破壊するとお金持ちの人はより良い医療というものを受けられるのですが、ほとんどの人にとっては解約となるでしょう。ちょっとした病気でも医者にかかるとすぐに何十万円といったお金がかかってくるといったことが現実になります。ですから国民皆保険制度について廃止するのは危険でしょう。また年金について言っても、厚生年金について言えば月10万円以上もらっているよといった人もいるでしょう。そういった人たちは残念ながら減額になる制度であり、反対意見というものも非常に強くなるでしょう。また生活保護制度について言っても、現在の保護制度で支払われるお金よりも下がるという可能性が非常に高くあります。これら様々な問題点について調整を重ねていくことが必要となります。そのため日本においてベーシックインカム制度を導入するということは、それだけ様々な問題について考えていかなければならない非常に複雑で非常に高度な制度設計が必要な難事業となります。それではベーシックインカムが一体何なのかといった説明を受けた後でこのニュースを読んでいきましょう。スペインでベーシックインカム導入、経済大臣が宣言。新型コロナウイルスの感染者数が世界2位に達したスペインは、経済の立て直しに向け可能な限り迅速にユニバーサルベーシックインカム、最低所得保障制度を導入することを決定した。4月5日、経済大臣のナディア・カルビニョが発表した新たなスキームは終了期限を設けずに導入されることになる。カルビニョは現地メディアの取材に対し、感染拡大の脅威が去った後もユニバーサルベーシックインカム制度は継続すると述べた。予算規模などの詳細は未定というが、政府はすでに導入に向けた調整を進めている。感染拡大による経済的ダメージからの復興に向け、スペインのペドロ・サンチェス首相は3月17日、2000億ユーロ、約24兆円の支援策を発表していた。支援策には1000億ユーロの政府による信用保証のほか、企業に対する無制限の流動性供給などが含まれていたが、ユニバーサルベーシックインカムでこれを補完する狙いがあるとみられる。スペインではロックダウンの開始から3週間で90万人が失業し、3月の失業者数は過去最大を記録していた。カルビニョ経済大臣は現地メディアの取材に、ユニバーサルベーシックインカムの導入に向けた手続きは非常に煩雑なものになるが、我々のチームは決意を持って取り組んでおり、可能な限り迅速に導入すると述べた。ベーシックインカムという考え方そのものは古くからありますが、しかしそれを国家として採用し、それを永続的に行っている国家は今はありません。実験しましたよといったニュースなどが流れると、我が国でもどうかといった形で紹介されることがほとんどで、実際に日本において、よしベーシックインカムを採用しようといった政党が強い力を持ったことはありません。もちろんそうしたことを目指す政治家といったものはあるのですが、例えば政権を取った党がベーシックインカムを採用しますといったような、そういった動きは今までありませんでした。一体なぜそのような政策が取られないかといえば、私が最後の方で説明したように、ベーシックインカムを採用するにあたっては様々な問題があります。メリットとしてはいいものがたくさんあるわけですが、同時にそれを実現するためのデメリットという方に非常に大きな問題があります。最大の問題は何といっても、そのベーシックインカムの元となるお金を一体どのようにして工面するのかということです。ですから日本においてもしもこのベーシックインカムを採用しようと思えば、給付額を下げるか、もしくは給付する対象となる人口を絞り込む必要が出てきます。
それではベーシックインカムらしさといったものが失われるのではないかといったところも、このベーシックインカム制度の非常に難しいところです。そういったことを前提として考えた場合、今回スペインが乗り出したというのは非常に意義があります。なぜならばスペインは明らかに人口が多い国であり、そうやすやすとお金を配りまくるといったことが難しい国でもあるからです。そして配るとしたら一体どのような制度設計をするのかというのが非常に注目されます。しかし、もしもスペインでうまくいくようなことがあれば、それをもとにして他の国も続く可能性があります。この制度の特徴として一つ言えるのは、この制度がうまく回りさえすれば、それは国民の幸福度を上げることは間違いなくあるだろうと考えられているからです。メリットの中で数えられていたように、精神的な安定が図られるというのは非常に多くの効果があります。例えば、我が国に生まれてよかったといったような、そうした肯定的な気持ちが高まれば、その時代における政権への批判というものが非常に弱まることが考えられます。生活が安定している人というのは、概して政府に対する不満というものも相対して小さくなるものです。そういった政治的な意味合いだけでなく、普段の生活面においても、そもそも働くとは一体何のためだろうかといった、そうした哲学的な考えを持つこともできます。ベーシックインカム導入後については、この仕事に対する考え方というものが大きく変わるでしょう。例えば、いやいや働くぐらいだったらこんな仕事さっさと辞めて次の仕事に移ればいいやというのが非常にやりやすくなるというふうに考えられています。また、ある程度の期間、無収入であったとしても、ベーシックインカムがあるのだから、まずはしっかりと勉強しようといった具合にして、よりハードルの高い仕事に挑戦するような人も増えるかもしれません。また、お金にはほとんどならないけど、私はこれをしたいのだといったような社会貢献やボランティア活動について人生を捧げるような人が現れてくる可能性もあります。もちろんこれはベーシックインカムだけで暮らす人というのが存在する場合の話なのですが、ほとんどの人にとってはベーシックインカムだけでは大きな買い物をすることは難しいものがあります。ですから多くの人々はベーシックインカムというものを基礎にしてそれをプラスアルファするような働き方をすることになります。私自身はベーシックインカムというその考え方そのものには賛成ですが、では実際には日本ではどのような制度設計をすれば日本で導入しそれを永続的に運営することができるのかといったちょっと回答は見当たらないのが現実です。デメリットの問題として財源問題を挙げましたが、残念ながらこの財源問題というものは非常に重いものがあります。金額が少なければ少ないほどその意味はなくなりますし、逆に金額が高ければ高いほど必要となる財源が多すぎて、その財源を得るために一体どれだけの税を他から集めなければならないのか、ちょっと途方もない話だからです。そういった技術的な面において、いや、こんな手があるよといったところを専門家が示してくれればいいのですが、そういった話が盛り上がるためには、もっともっとスペインでこの話が前進し、実際に制度が動き出した後、世界でベーシックインカムについての議論が深まっていくことを私は期待しています。皆さん、このベーシックインカムについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。